안녕하세요.ガイドのヨンヨンです。最近は YouTube の自動字幕をつけてますが、背景が白で見づらいという方は、コメント欄にも参考になる動画のリンクを貼り付けておりますが、iPhone の方は、設定、アクセシビリティ、標準字幕とバリアフリー字幕、スタイル、背景も選べるし、文字の大きさ、色も変えられます。最近コメント欄で、ムンサイナンの支持率が 40% を超えるなんて、一体誰が支持してるの？どういうこと？という方が多いんですが、最近5週連続で 30% 台です。毎週すごいお金のかかる支持率リサーチをやっているところは皆さんもよく聞き覚えがあるリアルメーターです。何度も言いますが、リアルメーターの社長がこの人の友人で毎週 YTN だとか局差と言っても過言ではない CBS、TBS の方からリサーチ費用をもらってやっているわけです。つまりこれがマスコミが左派を脱出できない理由です。世間に言われるがまま放送すれば安定した収入が得られる。日本でも日の丸食って言うんじゃありませんか？っていうか今自分で作った日の丸食。最近韓国のマスコミはデスクの承認ももらわず現場からそのままノートパソコンから記事をアップロードするもんで、誰かが最初に書いた論文をみんながコピペしたって感じっていうか、それよりひどい。誰がいつどこで何をどうしてどうやって6か原則に基づいて書かれた記事など探せない。別にデスクで記者が書いた記事をチェックしてるわけでもない。時間をかけて自分が書いてる記事のファクトとチェックもしない。政府が読んでくれる内容をそのまま書けば、冬寒いのに外に出て取材なんかしなくて済むし、ちょっと政府に言われるがまま書いたって記事を誰が書いたなんて話題にならないし、記事の裏側に記者は隠れていればいい。記事の内容が話題や反響を読んだとしても、ほとぼりが冷めるのを待てばいい。放送局に入るために、一応一生懸命お勉強し、手に入れた既得経歴をニューメディアである YouTube なんかに取られるもんか。僕も知らなかったけど、KBS の受信によって電気代に含まれていた。今までは2500ウォンだった受信料をさらに上げるらしいです。今地上波なんか僕なんか全く見てないのに。つまりマスコミが政府の味方をしているのは死活問題なんです。既存の既得権益を守りきれるのか、それとも奪われるのか、やるかやられるか。政府の犬になっているのは地上波だけではない。財閥の甘汁を吸い取りながら財閥の上に君臨していると言われている貴族労働組合と言われている民主労働組合。自分たちの年収のアップと定年の延長のためには会社が最大の赤字だろうが潰れる寸前だろうが構わない。むしろ自分たちの要求に応じてもらうためには会社の経営状態が悪いのが好都合だと思っている。そんな民主労働組合が今の世間を支持しているのも死活問題なんです。既存の既得権益を守りきるのか奪われるのかやるかやられるのか。世間の犬になっているのは民主労働組合だけではない。世界で一番ナビの技術が進んでいる韓国で、誰が交通放送なんか聞いてるもんか。バガンスンがソウル市長になってから、いつの間にか共に民主党の公営放送になってしまった。TBS の YouTube チャンネル100万人登録キャンペーンと言いながら、いきなりチャンネル登録と関係のない言葉で、一仕事を頑張りましょう。一しましょう。ダジャレを使い、背景の色も青で、補欠選挙で1、つまり、事前選挙運動をほのめかしていた。ほのめかしたっていうより、明らかに事前選挙運動ですよ。これを逆に右の方でやっていたら、大ごとになったでしょう。この TBS のポスターに出ている人たちを見ても本当にそうそうたる面々ですね。僕の番組によく無料で出演してくれる代表的な一人の言論人この二人。そしてイ・ミョンバク大統領の BSE の時に9000歩で先導していたキム・キュリ。自分がアメリカでよくアメリカのステーキを食べながらその後も被害者コスプレで作品に出させてもらえなかったと言うけど実際は毎年1本以上映画やドラマで主演を務めていた。世間が変わるとこの TBS のそうそうたる面々は干されていくことになるでしょう。ヒゲのおっさんはこのラジオと YouTube で150万ウォンと50万ウォンをもらい、少なくとも1日ギャラでこんなもらい、その認知度を利用し、大人のおもちゃをネット通販で販売したり、
多分日本製でしょう。かなり儲かったそうです。他にも金稼ぐには天才の人たちですから、他のところでも収入を得てるだろうし、でも世間が変わったら、その収入が激減するでしょう。しかし本当にそうそうたる面々ですね。この人たちだけで党を作っても良さそうですね。頭を割って脳みその代わりに金を貯めると。死活問題なんです。基礎の既得権益を守りきれるのか、それとも奪われるのか、やるかやられるか。世間の犬になっているのは TBS だけではない。世間が変わると中国ほどの粛清ではないが、韓国も今回は特にこの国で平然と北のポスターを貼って営業やってくる飲食店が出てくるくらい経験したこともない国になってしまったから元通りにするのはかなり強めの粛清が必要だと思います。果たしてそんなカリスマあふれる指導者が現れるんでしょうか。しかしこんなにヒゲのおっさんがリアルメーターの方にマッサージをしていたにもかかわらず、リアルメーターの支持率が 35% を切ったのは、これはまたムンサイナンの死活問題なんです。35% を切るのは本当の霊夢だけだからです。韓国の今までの歴史がそれを証明しています。35% を切ると、韓国の4大権力機関である国税局、警察庁、検察庁、国家情報院など、言うことを聞かなくなります。今までもそうだったんです。その支持率に本人も驚いてしまったのか、カゴンドで行われていた KTX の外出式に参加していたムンサイナン。マスクを逆につけていたのです。面白いのが、僕この記事を Google で見ましたが、タイトルがマスク逆につけたタイトルだから、写真をスクリーンショットしようとしてクリックすると、なんと違う写真が出てくるんです。これはマスコミに圧力をかけたでしょう。しかし、東亜日報しか記事を書いたところがなくて、クリックしたら他の写真に変わってるか、サイトが閉鎖されたことです。この日、僕はどうしてもこの写真を手にしたくて、探せるところがないと考えました。そしたら、あのサイトなら絶対あると思い、イルベの方に入ったら、ありました。1日が経過し、5日にはもう一度、マスクを逆につけたで検索してみたら、4社の記事が出ました。E-Daily、韓国経済、東亜日報、マネートゥデイ、4社の記事が出て、3社はマスクを逆につけていたムンサイナンの写真が出ました。でも1日前も写真やリンクがつながらなかった東亜日報は相変わらずページがつながらなかったです。東亜日報はまだ世間の顔色を伺っているっていうことでしょう。リアルメーターの理事が急に亡くなり、この理事はヒゲのおっさんのニュース工場に毎週木曜日レギュラーで出演していたとのことで、記事のタイトルでヒゲのおっさんと関連付けるタイトルにしたら、また記事が修正され、ヒゲのおっさんとの関連性を事前に防ぎました。その理事は不思議なことに右派の傾向を持っていた方だそうです。しかもとてもハンサムで、お母さんがお医者さんだし、お父さんも20位に入る会社の関係者で、34歳の若さで本人もフェラーリを運転したり、時には運転手さん付きの車にも乗ったりしてたそうです。MBN のアナウンサーをやりながら、掛け持ちでリアルメーターの理事をやっていたそうだが、普通そういうことも難しいですが、MBN の社長の息子と仲がいいし、韓国の芸能人とか政治家とか幅広い人脈を持っていた人だそうです。
韓国の上流社会の人で、若い彼は、普段健康管理も怠らずに、健康管理を紹介する雑誌にも紹介されるほどです。肌のツヤから鍛えてる体を見ても、本当に健康そうに見えますが、35% を切った日に心臓麻痺で亡くなりました。ユン氏の所長事件の時もそうだけど、彼女は一人暮らしだったし、だからユン氏関係者が最初に発見したとしても、理事の場合は家族と一緒に暮らしてるし、他の家族がゴルフに行っている年末年始に連絡が取れないからって、リアルメーターの関係者が彼の家に駆けつけて第一発見者になったということです。リアルメーターの支持率でヒゲのおっさんに文句を言われたこともあるそうです。日の丸食なのにこの筋はやばいんじゃないってことでしょう。つまり分かってやれよ。でも彼はリアルメーターで理事をしながら、ただ世論調査の機関ではなく、いろんな情報を集めていた機関の理事だっていうことです。最近韓国では友達同士でも政治の話をしなくなりましたが、彼は親しい人にムン・サイナンの今回のワクチンの問題やコロナの初期対応にも問題があったと言っていたそうです。キム・ジョンナムのシーンも新庄さんになってますし、これで来週のリアルメーターの支持率がいきなり 40% になったら、北を支援する理由を他のところで探すしかないですね。また、去年の支持率を最近のリサーチのように記事を載せるマスコミも多いので、ちゃんとリサーチ期間を確かめてください。最後まで見てくださりありがとうございました。また他のニュースでお会いしましょう。